皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。今回はからかい上手の高木さん最終回の感想を話していこうと思います。よろしくお願いします。ついにこの日がやってきてしまいました。一生来てほしくなかった。一生続いてほしかったですね、本当に。でもこれはもう言っても仕方がないんで、心して話させていただきます。まあそんなね、仰々しいもんでもないですけど、もうね、結論から先に言っちゃうんですけども、からかい上手の高木さん、最終回、マジで最高すぎましたね。もう、これ以上何も思いつかないってぐらい最高の最終回でしたね。言い換えるならば、これぞからかい上手の高木さんって感じの最終回でした。まさにからかい上手の高木さんでした。もうそれ以外の言葉がね、思いつかないぐらい。これぞ高木さんという最高のハッピーエンドを読ませていただきました。もうね、これは反論の余地がないと思う。これは。勝手に全ファンが納得していると思ってます。今回もネタバレありで話していくんですが、この動画はあくまでも僕の感想動画ですんで、皆さんよかったら月さん、ね、紙もしくは電子版をね、お手元に置いて、この動画を見ていただけると幸いです。で、今回のゲストさんなんですけども、本屋さんに置いてないぐらい、もう完売するぐらい、やっぱり高木さんの注目度が高かったみたいなんで、もしね、紙のゲストさん買えなかったよって方は、電子版でぜひともね、買ってみてはいかがでしょうか。というわけで、今回も早速行ってみましょう。さて、まずなんですが、高木さんの最終回、一言で表すならば、最後の最後まで、からかい上手の高木さんでした。そして一つ、キーワードをね、あえてあげるとするならば、いつも通りという言葉がね、キーワードになってくると思います。さて、ではまず表紙からですね。もうね、表紙がすでにからかい上手の高木さんですね。最終回だというのに、10年間の最終回ですよ。にもかかわらず、ゲストさんの表紙、いつもの高木さんと西方の風景、いつもの高木さんがね、からかってる感じ、そして西方がね、いつも通り顔を赤くしてる感じですね。これこそ高木さんが高木さんであるがゆえのね、ゆえんですよね、これは。この表紙にね、高木さん単行本の1巻の書影がね、掲載されているんですよね。そこでね、今回のこのゲストさんの表紙が、1巻のオマージュ、セルフオマージュっていうんですかね。あの頃の10年前の2人と、今回の2人、今の2人ですね。構図が似てますけど、関係性で2人の心情ですね。が全く違いますよね。これがもう20巻分の10年間の重みですよね。いや、10年は本当に重みがあるよ。そして、この表紙に書かれている通り、これまでも、これからも、これもね、今回のキーワードの一つでしょう。昔も、今も、そして、これからも、未来も、元高木さんも、高木さんの世界は続いていくんだなーっていうのをね、思わせてくれる素晴らしい言葉だと思います。で、前回ね、セリフ回。これがね、過去一、作中で美しい、尊いエピソードだったと思ってるんですけども、それと同時に、西方がずっと高木さんと一緒にいたいってね、はっきりと認識しました。そして前回の流れからして、約束をね、彷彿とさせる展開、ここからどう最終回を描いていくのか、予想はね、可能でした。でもね、回避は不可能ですね。では、前置きが長いですね。長くなりましたが、万感の最終回、参りましょう。まず、表紙をね、1ページめくった先に、なんといきなりカラーの高木さんが、そして、なんといきなり夏祭りだーってね。いやーもうそして、高木さんの浴衣姿がね、あるわけですよね。いやーもうね、もう可愛すぎるんだが、最高なんだが。ほんとね、山本先生のこのカラーの高木さんはね、美しすぎますよね。可愛すぎますよね。でね、正直ね、僕の予想ちょっとね、外れてて、前回ね、約束をしてから夏祭りがあるんじゃないかなと思ったんですけど、もうね、知らぬ間に西方はね、高木さんを夏祭りに誘っておりました。約束はちゃんと果たされておりました。となると、もしかすると、もともと単行本7巻約束ですよね。あれの続きになってるのかなとかね、思うところもあるんですが、そうなれば、先生としてはもしかして、当時から夏祭りの構想があって、とかね、いろいろと妄想ができるんですけども、それ過ぎると長くなるんで、
では、本編。夏祭りで賑わう神社。鳥居の下で一人待つ西方。視線をね、下に落としてるのもやっぱ緊張してるのかなっていうのを感じ取れますよね。そしてそんな西方に駆け寄る一人の人影が、浴衣姿の高木さんですね。この今回の高木さんの浴衣がさ、アニメのやつとか、もしくは以前ゲストの表紙になった浴衣とはまた違った柄ですよね。この紺の浴衣に黄色いひまわりがね、あしらわれてて、で、帯もね、黄色で揃えてるのはやっぱこの色合いがいいですよね。ちなみにひまわりの花言葉は、あなただけを見つめるとかね、意味合いがあるそうですよ。まあ、意味がね、かかってるかどうかはわかりませんが。まあ、何にせよ、もう最大限に可愛いです。で、この左側の編集者さんの煽り文ですよね。これはこちらこそ、ありがとうございますです。本当に。もう万感の思いで最終回見守らせていただきます。そして、この次のページをね、めくると、今回の表紙がデデンと登場します。そして今回のサブタイトルは、夏祭りでした。最終回で皆が待ち望んでいた夏祭り、しっかりと期待に応えてくれましたね。もう見開き一面のカラー表紙、もう楽しそうに夏祭りをね、楽しむ西方と高木さんの姿がね、もうザ・夏祭り、全力で楽しんでますよね。めっちゃいい表情してる二人とも。で、ここでね、注目すべきはやっぱり、高木さんのかんざしですよね。この先端に赤くて丸いのがついてるこのかんざし。これ、玉神っていうそうですよ。で、これを見てるとね、どうしてもね、アニメのね、夏祭り、西方からもらったプレゼントがね、脳内をね、よぎります。偶然なのか、はたまた。で、もう一つ、ここやばすぎる記述があるんですよね。高木さんが書かれているページの左下。ここを見たときめちゃくちゃ驚きましたね。は？どういうことって。これはマジで嬉しいサプライズでした。まあね、皆さんご存知だとは思いますけども、本編が終わった後にお話しさせていただきます。いずれにせよ、最終回にふさわしい表紙ですね。続いて4ページ目。浴衣姿の高木さんに見とれて固まってしまってる西方。そんな西方の姿を見て、いつも通りに笑顔でからかう高木さんがまあ、可愛いですね。まあ、これは西方的にはもうね、思ったことが体に出ちゃってる、本心が出ちゃってる状態なんですけど、まあそれをね、いつも通りからかう高木さん、いいですよね。ここのまた右側の煽り、あの日約束した。もうじゃあそういうことだよね。あの約束がここに繋がったって捉えていいんですよね、きっと。そうなると本当にずっと長い間、山本先生の中でこの最終回の構想があったのかなって思いますね。まあ真偽はわかりませんが。さて、というわけで、次のページの超絶びっくりサプライズは、一旦飛ばしまして。山本画報はまだ終わっていませんよと。2024年3月、からかい上手の高木さんドラマがね、始まります。こちらも注目していきましょう。ね、原作が終わった後の高木さんロスを実写で埋める可能性もね、ありますからね。さて続いて5ページ目。前のページで先に謝っとくよって言った高木さん。何かなってね、気になった答えは、5ページ目の上に書いてるんですけども、これがね、めちゃくちゃ可愛いですね。最高ですね。表情めちゃくちゃいい。もうすでに楽しそうなのがね、伝わってくる表情。で、ほっぺたですよね。そしてそれをね、隠そうともしないのがいいですよね。もう本心から西方との夏祭りをね、楽しもうとしてるのがね、わかるからね、めちゃかわですね。で、ここですよね。この後、そんな高木さんの表情を見た西方のモノローグ。この高木さんの表情と言葉に、西方が自分の心にずっと抱いていた、まあ、もやもやと言いますか、確信が持てなかった気持ちに終止符を打ちます。この4ヶ月間にわたって描いてきた完結編に向けてのクライマックスですね。高木さんに対する思いへのクライマックスですよね。そうだ、西方。そう、それがね、好きっていう気持ちなんだよ。それがね、ずっと確信を持てていなかった高木さんのことが好きなんだっていう気持ちなんですよね。で、そうなると、この西方の思いの背中を押したのは、前回言った通り、中井くんでしたね。前回の感想動画で話していたことがね、もうビタッとハマりましたね。ナイスアシスト中井くんですね。で、僕もね、最初西方と一緒に参考にならねーってね、言ってたと思うんですけども、まあやっぱりとね、しっかり伏線張ってましたね。まあでもね、恋ってきっとそういうもんなんですよね。理屈じゃなくて、もうただただ、高木さんと一緒にいたいってね、そういう気持ち、一緒にいたら楽しい。それでもう十分なんですよね。
だってさ、高木さんだってさ、きっと西方をからかうのが楽しい。西方と一緒にいたら楽しい。西方のことが好きなんだっていう思いをずっと抱いて、ずっとね、からかってきたわけですからね。でそして、西方は、ついに決意します。高木さんに今日告白しようと決意した西方の背中ですね。ついに覚悟を決めた西方。どうやって高木さんへの思いを伝えるのかドキドキが止まりませんでした。で、次のね、7ページのこの上のコマね、めっちゃ好きなんですよ。このかき氷を一緒に食べる高木さんと西方なんですけど、このね、お互いに舌を出し合って、この色をね、見せ合うところ、でも楽しんでるのがさ、このやりとりめっちゃいいですよね。だってさ、普通さ、好きな相手と一緒に夏祭り聞いてたらさ、なんか格好つけたかったりとかさ、取り繕ったりとか、なんかいい面をね、すごく見せたがるじゃないですか。高木さんだってなんか可愛い面を見せたいみたいなのもあるかもしれないじゃないですか。でもね、この高木さんと西方の関係性だったらさ、もう今更ね、取り繕う必要なんて全くないんですよね。恋を自覚した西方ですけど、高木さんとのやりとりはね、全然変わってなくて、むしろね、楽しんでる姿がね、本当に中学生、本当にね、尊いですよね。前回の話のセリフで、高木さんが子供っぽいって言ってたじゃないですか。でもね、そのままね、もう子供っぽさを持ったまま、こうやっていつも通りのやりとりをしてるっていうのがね、本当に可愛らしいなって。ここめちゃくちゃ好きなシーンですね。ここの西方の表情めちゃくちゃ可愛くないですか？で、次でさ、高木さんが西方のかき氷を一口もらってるけど、これってさ、言ったら関節キスみたいなもんじゃないですか。でもね、西方もここ全然意識せずに入って渡してるところとか、西方成長してんなーっていうのをね、ちょっと感じたんですけど、これはあれかいも、西方くん、君はもう関節キスぐらいじゃ動じねえよみたいな、そんなところまで行ったんですか？それは言い過ぎかもしんないけど、でもね、西方からかき氷をもらって、楽しそうにしてる高木さんの表情がね、またいいですよね。でさ、西方のかき氷をもらって、この食べてる高木さんのセリフがね、これがまたはしゃいでる感じがして、すごく可愛いですよね。で、それを見てる西方の表情もまたいいですよね。と、ここでいきなり聞き慣れた声が、最終回、みなちゃん参上ですね。そして、北条さんと浜口カップルも登場しますと、しっかり皆さんに目撃されて突撃取材されちゃう北条さんカップル。かなりね、ここ、言い訳じみてますけど。お互い照れまくりでね、意識しまくりですね。で、二人のこの服装いいですね。北条さんが私服で、浜口がジンベエですよね。北条さんの浴衣姿も見てみたかったんですが、北条さんのこの私服がめちゃくちゃ可愛すぎますよと、おしゃれすぎますよと、これはね、大人ですよね。美人さんですわね。にしてもさ、やっぱこの二人のね、行く末がどうなるのかすごく気になってたところなんで、最終回でしっかりと描いてくれたのは良かったですね。付き合ってるかどうかはね、わからずじまいですが、でも二人の表情見せたらまんざらでもね、なさそうなんで、絶対にうまくいってそうですよね。そして続いて、みなちゃん、さなえちゃん、ゆかりちゃん、三人娘もしっかりと登場しますと、三人とも浴衣でございます。三者三様の可愛さですね。そして最終回でもずずいと質問をするゆかりちゃん。最後まで恋に恋するゆかりちゃんが発動しております。ね。おこなさなえちゃんがね、相変わらずですね。ここみなちゃんの顔も可愛い。そして次のコマ、目と目が合う西方と浜口。不意に西方と高木さんに水を向ける浜口。一緒に来てたことがバレちゃった高木さんたち。ここね、スタコラさっさとタターっと逃げる高木さんと西方。いいね、めちゃくちゃ楽しそう。テンション高い高木さん発動しますよね。このアハハーってね、笑う高木さん、ほんと好きですね。超楽しそう。そんな高木さんたちにまた突っ込もうとするゆかりちゃん。そんなゆかりちゃんをムンズと掴むさなえちゃん。ここのね、ブチギレさなえちゃん。面白いですね。最後の最後までいいですね。さなえちゃんいいキャラしてるわ。そしてその隙にそそくさと逃げる浜口&北条さん。二人の未来に幸あれと。続いて場面は変わってヨーヨー釣りを楽しむ高木さんと西方。話題は浜口と北条さんに、この高木さんの不意の一言に頬を染める西方ですね。と、西方の耳に高木さんがダイレクトアタック。たまにね、高木さん、西方の耳をね、攻めますよね。耳攻めですね。西方は耳も弱点なんですかね。なるほどなるほど。ね、ここ手は出してないからセーフと言い張る高木さんがね、相変わらずからかってますね。引き続き、夏祭りを楽しむ二人。
この西方がリンゴ飴持ってるのちょっとね、彷彿とさせちゃいますよね。思い出しちゃいますよね。さらに3人娘からステルスする2人。クラスメイトとのエンカウントほど怖いものはないですね。それはアニメでも実証済みです。続いて10ページ。人も増えてきてお祭りの雰囲気も高まってきています。と、ここでスマホが通じにくいとのセリフがね、お、フラグかとね、身構えてしまったんですよ。これはアニメの影響を受けすぎですかね。どうなんですかね。そしてそれを口実に手でも繋いどくと提案する高木さん。おそらくね、からかいの言葉だったと思います。いつも通り西方はね、からかったつもりだったんだと思います。でもね、以前の西方だったら、あーみたいな感じで顔を赤くしていたところでしょう。でもね、今の西方は、それが10ページの下からですね。もう、西方かっこよすぎるでしょう。まあ、顔はね、赤いですけど、高木さんに言われるがまま、手をね、ぎゅっとつなぐ西方、ね、はぐれないようにっていう大義名分はありますが、覚悟を決めた西方は本当にね、実直です。そんな西方の不意打ちを受けた高木さん。もう頬がね、可愛すぎてね、この目を見開くところとかね、もうね、超可愛いですね。やっぱさ、西方の不意の行動に間違いなくクリティカルをね、受けてますよね。僕ね、正直クリティカルって言いすぎると、ありがたみがなくなっちゃうから、できればね、控えたいんですけども、でもね、やっぱりね、からかい上手の高木さんの作品の一つの醍醐味に、西方のクリティカルがね、あって、そこでね、この作品にハマった方も多いと思うんですよ。なんでやっぱり切っても切り離せない部分だと思います。やっぱりね、西方の実直な素直な部分に高木さんがね、ドキドキされてるんだろうなっていうのはね、もう間違いなくわかるんで、この作品のなくてはならない要素の一つですよね。高木さんが西方への本心を表したクリティカル。そして最終回でも、その西方の素の言動に高木さんの鼓動は高鳴るんでしょうね。もう最終回だからこそ余すとこなく発揮されてるんでしょうね。で、手を繋いで歩く二人ともね、頬を染めてる姿がね、もう尊すぎますよね。超可愛いですよね。これはもう見守らざるを得ないですよね。そしてこの後花火をどこで見るかっていう話をする高木さんに対して、なんとすでによく見えそうなところを見つけてると提案する西方。事前に下見も万全とな。西方できる男すぎるよね。でもね、これ納得なんですよね。高木さんのためだったら準備を怠らないのが西方なんですよ。これはね、いつもの勝負だったりとか、からかいとかでも、それは明確に描かれてる部分なんで、ここの準備の良さも完全に納得の展開なんですよね。からかい上手の高木さんっていう作品であって、西方ならこの言動をするだろうなっていうのを作中でずっと描いてきてたんで、これは納得ですね。高木さんのためなら手を抜かないってところがね、いつもだったらそれがからかいだったりとか勝負でね、明確に描かれてますが、それがまた違った形で高木さんをドキドキさせてるのかもしれないなと思うと、それもね、僕はめちゃくちゃいいなとね、思いました。で、そんなね、西方の行動にまた頬を染める高木さん、めっちゃ可愛いんですけど、ここね、多分ね、心の中で思ってることがあるんでしょうね。それがね、次のページのセリフで物語っていると思います。と、次の12ページ。急に高木さんが西方に勝負を持ちかけます。ここね、パっていうね、効果音入ってますよね。このパが高木さんの気持ちを切り替えようとしてるのを表現してるのかもしれないなと思ってるんですが、表情からすると、いつもの風を装って勝負をね、持っていってるんじゃないかなっていう高木さんなんですけども、珍しく、やっぱやめとこうかなとね、勝負をキャンセルします。珍しく自信なさげな高木さん。まあでもそれはね、決してネガティブな意味じゃないんですよね。このページの下のコマ、最高ですよね。いつもね、からかわれてばかりの西方。西方のことなら何でもわかる高木さん。でもね、最近の西方は、高木さんの想像をはるかに超える言動で、高木さんのことを、心をね、ドキドキさせて、高木さんの思いに応えるかのような振る舞いを見せます。でもね、当の西方は、あくまで自分の思いを素直に実行してるだけなんで邪念はないんですよね。その純真さがまあ素晴らしい。で、そんな西方の純真無垢な行動に、高木さんも驚かされてるのかなっていう気がしますね。そしてそれは、この13ページの上のコマの高木さんのセリフに繋がってくるんですけども、以前、からかい上手の高木さんのキーワードの一つに、現状維持っていう言葉がありましたよね。もう原作でもかなり初期の方、
習字会で何気なく書いたそのワード、これ、高木さんと西方の関係を表するかのような、ずっと普遍的な2人のからかいの日常がずっと続いてほしいっていうなんかファンの心理を打ち抜くような、で、同時に変わってしまうことへの怖さといいますか、現状維持っていう反視は、アニメではね、西方の部屋に高木さんの現状維持がね、飾られてましたよね。なんでなおさら、特にアニメでは、この言葉が結構特別な意味を持っていたように思っています。ですが、10年の積み重ねはね、ついに大きな変化を迎えました。それが、この13ページの高木さんのセリフに繋がってるんじゃないかなと。で、この言葉を西方がここ肯定するんですよね。このセリフ回し。言うのか言っちゃうのかついに西方言っちゃうのかいってね、思いましたが、言いませんでしたまあそうだよね。まあいくらね、決意したからってね、簡単に言える言葉じゃないですもんね。まあまあわかるよ西方。でまあ一旦ね、お預けを食らったところなんですけども、なんとね、ここでミータが登場します。懐かしのミータ。高木さんの近所の猫ちゃんで、以前高木さんがね、撫で回してましたよね。と、ミータのところに向かう高木さん。ここで高木さんが、最後に撫でておかないと、そして来月引っ越しちゃうから、という意味深な言葉を残して、西方の手を離れ、ミータの元へ行ってしまいます。え？高木さん？引っ越し？ってね、衝撃的なシーンですね。そんなフラグ全くなかったけどっていうね。と、ミータを追いかけていく高木さんはどんどん西方から離れていってしまいます。一人取り残された西方。高木さんの衝撃的な言葉が飲み込めなくて、頭の中で思考を巡らせます。高木さんはね、西方に嘘をつかないんですよ。この矜持があるがゆえ、混乱する西方。そして一つの答えを導き出そうとします。おそらく作中唯一のシリアスなシーン。ここがなんかね、さっき話した現状維持を維持するべきなのかどうなのかみたいなそういう問答になってるような気がしています。そして問答した挙句、西方らしからぬネガティブな答えを出そうとした瞬間でした。またも聞き慣れた声が、その声の主ですね。高尾と木村ですね。どうした一人でってね、問われた西方。として気づくと、高木さんの姿はどこにもなく、これ、西方がネガティブな思考から抜け出したのは、くしくも高尾と木村のおかげなのかもしれませんね。そういう意味でも、なんか、ここもアニメのオマージュと言いますか。まあね、高尾はね、あれですけど、でも、木村もね、一緒にいますから、アニメでは恒例のごとく、木村の言葉に背中を押されるシーンがね、多かったけども、西方が自分のネガティブな発想に最後まで行き着かなかったのは、ここで高尾が声をかけたから、木村が一緒にいたからっていう可能性もなきにしもあらずかなって思っています。そして、ここから西方がね、必死に高木さんを探します。最初の方で立てたフラグ、スマホの電波切れ、脳内でね、大原優子さんの君と光を流さざるを得ませんでした。いやもうそうだよね、多分。それを思わせるような、思い出させるような展開をしていますよね。必死に高木さんを探す西方の姿がもうアニメをね、フラッシュバックさせますよね。君と光を思い起こしますよね。いや、どこまでオマージュなのか、どこまでがね、先生が考えていた展開なのか。まあまあ、そんな西方の前に現れたのは、中井くん、まのちゃんカップル。前回、西方の思いに背中を押した感じになった中井くん。ね、二人はね、花火を見る場所を探している模様です。別の場所がいいっていうまのちゃんと、まあ、ここでいいんじゃねっていうね、中井くん。これで、オールスター精揃いですね。すみれちゃん以外の。すみれちゃんもね、個人的にはやっぱり見たかったんですけども、まあ仕方がないですね。まあ、とはいえ、これで、作中のメインキャラクターはオールスターで、さすが最終回って感じで花を飾ってくれました。さあ、息も絶え絶えの西方。西方が二人に高木さんを見てないかとね、尋ねますが、ここは西方の必死な思いがね、伝わってきますよね。と、この、20ページ上のまのちゃんの目が好き。唐突。いやー、このまのちゃんの目めっちゃ好きですね。で、ここでまのちゃんがね、西方に集合場所とか伝えてないかをね、尋ねるんですが、さっきの勝負はね、高木さんがね、キャンセルしてしまったんで、全く言葉では伝えてないんですよね。
で、渋い顔をするまのちゃん。いつものまのちゃんっぽくてね、とても面白いです。と、瞬間、西方の脳内に、はっと一つの思考がまとまります。ここ、花火がもうすぐね、始まっちゃうところなんですけども、中井くんとまのちゃんがね、手伝いを買って出てくれるの、ほんとね、いい子たちですよね。西方も高木さんもいい友達を持ってますよね。まあ結果ね、20年来の、ね、元高木さんになってもの親友になるわけですから、この時の縁が続いてるのがね、とっても素敵です。一つひらめいた西方、まのちゃんにお礼をつけて走り出します。西方と高木さんの関係に決定打を与えたのは前回の中井くんでした。そして今回はまのちゃんがナイスアシストしてくれました。で、この次のシーンね、いいんですよね。西方の背中を見送った中井くんとまのちゃんが、もっとよく花火が見える場所に行こうって言ってるところがね、すごい好きなんですよね。おそらく西方の必死な姿に感化をされたのか、今しかないこの瞬間を全力で楽しまないとなって思い直した感じがして、すごくいいなって思います。本当に青春だなって思います。そして西方はかけていきます。思い描いたあの場所へ必死に走っていきます。行け、あの人のところまで西方がね、思い返すんですよね。いつも高木さんと勝負をするたびに考えがバレて、心を読まれて、思考を見透かされて、で、ずっと負けてて、勝負に勝てずにいたっていうのに、西方自身が、もう、心の中で、今回は伝わっててほしいって思ってる。この思いが、西方の心を素直にさせて、この後の西方の行動につながるトリガーになるような、今までで一番フラットな状態の西方なんですよね。この状態の西方が多分。西方のことなら何でもわかる高木さん。でも最近はね、高木さんの思考を上回る行動を西方がするんで、さっき高木さんは自信ないやって言って、この西方の思い描く場所を当てる勝負っていうのをね、やめました。そして西方が高木さんのためを思って事前に調べていたこの場所、高木さんに言葉では伝えていなかった花火がよく見えるこの場所にたどり着きます。ただそこに自分の好きな人がいることを信じて、高木さんに伝わってほしいと願いながら、そして息を切らして西方がたどり着いたその場所には、好きな人、高木さんの姿がありました。二人はちゃんと出会えたわけですね。花火が始まる前に。まあそれだけでね、もうやばいんですけども、高木さんがここはいつものね、感じですごくフラットな笑顔で西方を迎え入れるわけです。高木さんはちゃんと西方の心をいつも通り読んでいました。それはもしかすると西方の思いが伝わっていることと同意なのかもしれないけども、ちょっとそこはね、わからないですね。でも高木さんのことだから気づいているけど、あえて口にしていないって可能性はあるかなと。そして花火の場所が正解だったか尋ねる高木さん。ミータに夢中になってはぐれてしまったことを謝る高木さん。そして、会えてよかったよと伝えた高木さん。その高木さんの笑顔を見た瞬間、西方の思いが溢れました。そして、次のページです。何と表現していいのかね。西方は高木さんを真正面に見据えて、口を開きました。一言。好きです。高木さんと。10年間にも及ぶからかい上手の高木さんのたどり着いた場所ですね。西方が高木さんの思いに応えた、自分の気持ちに素直になった瞬間でした。同時に打ち上がる満開の花火。大輪はまるで西方の告白を祝福するかのように舞い上がります。本当に美しすぎるシーンなんでね。本当に、なんて言えばいいのかな。本当に純愛。一滴の濁りもない。漫画史に残る純愛じゃないのかなって勝手に思ってます。今までの10年間の思いが込められた最高の告白だと思います。本当にね、思いが溢れたが適切だと思います。本当に自然とこぼれた言葉だと思います。その証拠に西方の口からあっていうね言葉が漏れちゃうぐらい本当に自然と湧き上がった本心からの西方の言葉、思いが溢れすぎた結果意図せず発してしまった西方の本当の気持ちなんだと思います。そのね、真正面から西方の告白を受けた高木さん、顔を真っ赤にして
西方のことをポカンとね、見据える高木さん。もしかしたら、西方が告白してくれたらいいなって思いはね、あったのかもしれません。でも、本当に今日、この夏祭りの日に、西方が告白してくれるって思ってなかったかもしれません。もうずっと、高木さんから西方に告白できるタイミングはもういくらでもね、あったんですよね。でもね、絶対に高木さんは自分の口からは言わないんですよね。今までもずっとね、そうでした。肝心なことはやっぱり西方主導で、西方からしてほしいっていう、もう高木さんのね、奥ゆかしいところというか、だからね、そこも含めてめちゃくちゃに高木さんがね、いじらしいというか、めちゃくちゃに可愛いんですけども、逆に言うと、だからこそ、この3年生の夏祭りまで、2人の思いは絶対にね、通じ合っていたはずなんですけど、このタイミングになってしまったもっと早いね、世界線があったのかもしれません。でも、最高の形で、西方が自然と自分の気持ち、もう純然たる 100% 高木さんへの思いを込めて、一世一代の告白をね、していたわけですよ。もうね、ずっと高木さんが待っていた言葉。何度ね、振っても、何度ね、からかっても、聞けなかった言葉。高木さん、嬉しくないわけないですよね。答えなんて決まってますよね。ついにか、やったか、おめでとう、西方、実ったなーってね、僕はね、思いました。これ以上ね、ないぐらい、高木さんが頬をね、染めてるわけですよ。もうね、過去一です、過去一。はい。高木さん、なんて言葉で OK するんだろうなーって、なんて返事を返すんだろうなーと思ってね、当時もですけどね、涙を流しながらね、読んでいたわけですよ。そしたらさ、高木さんマジでいや、でもね、わかります。超わかります。で、多分ね、皆さんもね、わかってると思います。この後説明します。まさかの言葉で、高木さんがね、一回西方の告白をそらすんですよね。もう、こういう恋愛作品ではもう、何十回、何百回、何千回って使われたようなセリフですよ。言ってしまえば。で、絶対に高木さんも西方の気持ちにはね、気づいてるはずなんですよね。最後の一歩を踏み出せば、二人が結ばれる未来がね、待っていたわけなんですけども、確かにさっきの満開の花火は、とても大きくて、音もね、ドーンとね、大きいものだったでしょう。でも高木さんが聞こえないわけないじゃん。もう高木さんだったらもう100メートルとか1キロ先でも聞こえるよ。でもね、高木さんはね、言うんですよ。もう一回って。で、もうこの先全部ね、妄想なんですけども、憶測なんですけども、西方がついこぼした言葉ですよね。さっき言った通り、思いが溢れすぎた結果、ポロリと出た言葉だと思うんですよ。その証拠にね、西方もあって言っちゃうぐらいなんで、だからこそ、いや、憶測ですけどね、高木さんは、本当に、西方が、その言葉、自分のことを思って、その反射的とかじゃなくて、心の底から自分への思いがあるのか、こもってるのかっていうのをね、確かめたかったのかもしれないなっていうのがね、1% ぐらい。そんなことはないんですけどね。もう高木さん絶対に西方の気持ちは、心はね、もう読んでるはずなんで。で、このもう一回ですよね。で、こういう時、西方って結構はぐらかすね、癖があるんですよ。それはさ、もうクリティカルの時もそうだったし、水切りとかもね、言ったらそうだったと思うんですよ。こういう時にね、照れて、ダメ押しの言葉を続かせないのが西方だったんですよね。だからこそ、この3年の夏祭りっていうところまで、2人の物語がこうやってね、続いてきたわけなんですけど、高木さんのもう一回は、高木さんなりに西方の決意が本物かどうかなのを確かめたい気持ちも 1% ぐらいはあったりなのかなって。で、もう一つね、思ってることがあるんですけども、もしくは、もう純粋に何回も聞きたかったかもしれないってのも 2% ぐらいあるかも。ないと思うけど。で、このもう一回っていう言葉を聞いた時の西方の顔がいいですよね。そんなことあるみたいな。この驚き用のコマと、その次のコマですよね。このまた決意を込める西方の顔。もうこれはいつもの西方じゃないですよね。好きな女の子に告白する決意を固めた男の子の顔ですね。もう一度思いを乗せて
高木さんに言葉をぶつける西方。そして重なる打ち上げ花火の音。もう一回と高木さん、西方の告白。大輪の花火。何度も何度も繰り返される告白。そのすべてにもう一回と催促をする高木さん。届け、届けと、君に届けと告白する西方。そして、連載10年の思いが届いた。30ページ。からかい上手の高木さんの着地点は、ここでした。不意に西方を抱き留めた高木さん。高木さんの返事。この返事がね、本当にからかい上手の高木さんでした。僕にはタイトル回収のように思いました。さっき僕2つ言ったと思うんですね。西方の気持ちが本当だったか確かめたい。何回も何回も聞きたい。その2つをね、言ったんですけども、僕は多分ね、この可能性が一番高いんじゃないかなって思いました。僕が一番推したかったのは、最後の最後まで、からかい上手の高木さんだったなってことですね。からかいが上手な高木さんだから、西方の告白も、からかいで返事をしたのかなって、そう思いたいです。連載10年、ずっと西方のことをからかってきた高木さんだからこそ、高木さんにしかできない、高木さんにふさわしい返事の仕方だったんじゃないかなって、そう思わせてください。逆説的に言うと、もしかすると、このコマのために、10年間、からかいというテーマで、先生が描いてきたのかなって、まあね、それはね、思いすぎかもしれませんが、からかい上手の高木さんにふさわしいクライマックスだったと思います。西方に抱きついた高木さんの顔、本当に幸せそうで、西方を抱きしめながら返事をする高木さん。幸せを噛み締めるかのような表情はね、素晴らしすぎました。そして好きな女の子に抱きつかれたからが、一世一代、ね、人生で最初で最後の告白ですよ。それが成功したからか、西方はね、頬を染めて、目を見開いて、高木さんの返事を聞き届けました。そして、二人の背景には、二人を祝福するかのように、夜空に大輪が咲きました。まるで劇場版のごとくドラマティックな展開、そして美しさ、もうどこまでがね、今回オマージュで、どこまでがもうずっとね、先生が温めてきた、考えてきた話かね、定かではありませんが、くしくも原作とアニメと、そして劇場版と、それが全てなんか美しくシンクロしてるような感じがしてね、もう頭の中で脳内再生ができちゃいます。高木さんと西方の声が、そしてね、色がね、音が綺麗に再生できるような、もうそれぐらいの美しくて、可愛くて、からかい上手の高木さんでした。そして、しかし、物語はまだ終わりません。まだ続きます。続いて31ページ。この次のコマからも尊いですね。二人の関係が、友達、親友から恋人に変わった1ページ目ですね。無事に結ばれた高木さんと西方。石段に一緒に座りながら花火を見ていますが、高木さんの手の上に西方の手がね、置かれてるのがね、もうめちゃくちゃにね、いいですよね。もう、かわいい。青春、純愛、もうやばい。もう早速ね、西方が男前な行動をしてるんですけども、まあ、これは多分、高木さんがいい感じに催促したんだろうなってなんか想像しちゃいます。そして、九段の引っ越しの話。まあ、それはね、ミータのことでした。まあね、わかってたけどね。というわけで、高木さんは引っ越ししません。勘違いしちゃった西方。でもね、告白は勘違いじゃないんですよね。というわけで、32ページ。過去一、頬を染めた、そして目を細めた高木さん。嬉しそうな一言。西方への言葉。そう、これまでも、これからもですよね。で、この、これからもは、中学、高校、大学、そして、新婚、そして、もっと高木さんになって、地位が生まれても、ずっとこれからもなんですよね。でね、この言葉がね、西方はもちろんなんですけども、なんだか僕たち、読者にも向けられてるような気がして、いや、これはね、もう、言い過ぎです。あくまでもこの言葉は、西方への、これからもですけどね、読者としては、これからも、よろしく、お願いしましゅですよね。もう最後まで西方が西方らしくて、きっと変わったところもいっぱいあるんだろうけども、やっぱり西方は西方ですよね。西方、
高木さんをよろしくね。そして、時は流れて新学期。からかい上手の高木さんの最後のシーンですね。いつも通りの通学路。いつも通り高木さんと会った西方は一緒に登校します。いつも通りの挨拶をする二人。いつも通りの一緒の登校。でもね、すでに二人は恋人同士です。でもなんだかあんまり変わり映えがしない登校シーンですね。まあだってね、言ってる通り、ずーっとね、一緒に登校していましたもんね。でもやっぱりそこには、ちょっと違いが。35ページの高木さんと西方の手の動き。この手の動きがね、手の表現、そして画力がね、素晴らしすぎますね。高木さんの行為がとんでもなく可愛らしくて、言葉にしなくても伝わる思い。まあそれはね、二人がずっと育んできた関係性ですよね。高木さんが西方のことなら何でもわかる通りに、西方も高木さんのことならちょっとわかるかもしれませんね。なんて、恥ずかしがりながらも高木さんの手を取る西方。いつも通りなようで、いつも通りじゃない。特別な関係になった二人、ちょっとずつ同じ歩幅で歩いていくんでしょうね。そして、からかい上手の高木さん、10年間の最後のコマですね。二人の言葉通り、やっぱりいつも通り顔が赤い西方と、いつも通りからかっちゃう高木さん。手をつなぎつつも、関係性は変わりましたけど、でもなんだかいつも通りの二人の背中で、作品は優秀の美を飾ってくれました。二人は無事結ばれて、ずっと一緒に歩んでいくんでしょうね。本当に最高の最終回でした。まさにもうこれ以上ないからかい上手の高木さんの最終回。これぞからかい上手の高木さんの最終回だったと思います。まずは山本宗一郎先生。10年間お疲れ様でした。素敵な作品を、最高の作品を本当にありがとうございました。高木さんを書いてくれてありがとうございました。まだまだ話したいことは山ほどあるんで、もうちょっと多分続きます。最後のページ、これ右の方に山本宗一郎先生は次回作ね、構想中っていう記述がありますんで、ちょっと前にくのいち椿の胸の内が最終回を迎えて、今回からかい上手の高木さんが最終回を迎えました。そして来月あたりにそれでも歩むは寄せてくるの最終回がね、もう決まっておりますと。今回先生の作品が3つすべて、ある意味切りよく終わってしまうんで、もしかすると長期的に休まれるのかなとか、ちょっといろいろな考えがね、あったんですけども、こうやって次回作を構想中ですって書いているってことは、先生は全然もう書く気はあるし、おそらくこれは月産でまた新連載があったりするのかな？いつになるかわかりませんが、先生の次回作をめちゃくちゃに楽しみにしております。そして次は一旦飛ばした次のまさかの新連載スピンオフの話をね、したいんですけども、もう皆さんご存知だとは思いますが、からかい上手の西方さんがね、新連載、しかも来月号から始まります。そんなことある？高木さん終わって、もう次の号から西方さん始まんの？すごすぎるよね。いやー、今月号でも月産買わなくなるかなと思ったんですけど、いや、買うじゃん。嬉しすぎるじゃん。というわけで、月産2023年12月号より、からかい上手の元高木さんでおなじみですね。稲葉美文先生がからかい上手の西方さんを新連載されます。おめでとうございます。いや、ついに月産本誌で稲葉先生が連載を持つってことですね。たまに元高木さんが出張で来たことはあるんですけども、まさかの西方さん、ちーちゃんが主役の話で新連載始まるなんてね、思ってもみませんでした。いや、それは確かにやってほしい連載の中の一つではありますけど、まさか月産本誌で、しかも稲葉先生がってのがね、マジでちょっとびっくりしました。話の本編はというと、元高木さんと西方の愛娘、中学生になったちーちゃんと例のあいつくんですね。隣の席の男子のあいつくんと、からかわれ、いやー、からかわれるだろうな。果たしてちーちゃんはお母さんみたく、あいつのことをからかえるのかっていう感じのからかい青春コメディ、新世代って感じですかね。山本先生もね、
ツイッターとかでちょこっとね、ちーちゃんとあいつくんのやりとりをね、書いてたこともありました。それもね、すっごくね、可愛らしくて、また高木さんと西方とは違った関係性のね、二人だったんで、そこもね、ちょっとした駆け引きというか、そこがね、高木さんとはちょっと違う楽しさが、可愛らしさがね、あると。もう一つね、楽しみなのが、ちーちゃんが主役の話を書くってなると、これは、元高木さんと大人西方が出てくる可能性は多分にあるでしょうから、そこもバチバチに楽しみですね。これで稲葉先生は、からかい上手の元高木さんと、からかい上手の西方さんの日本連載になるのかな。すごくね、大変だと思いますけども、お体には十分お気をつけて、新連載も楽しみにしております。まさかの高木さんの最終回でとんでもないサプライズ発表があってね、もう嬉しくて嬉しくて、高木さんワールドが終わらないっていう事実だけでもう僕はめちゃくちゃ嬉しいんで、今後の高木さんワールドもめちゃくちゃ楽しみですね。で、ここからはもう僕個人のちょっと感想というかお礼になってしまうんですけども、よかったらもうちょっとお付き合いください。今回のこのからかい上手の高木さん最終回は、本当にからかい上手の高木さんでしたよね。思うんですよね。どんな言葉で説明しようかとか、どんな言葉で表現しようかっていうのをいろいろ考えながらこうやって動画を撮ってるわけなんですけど、もうね、本当に最終回の高木さんは、からかい上手の高木さんがありのまま描かれていたと僕は思ってるんで、今までこの10年間の2人の関係の積み重ねというか、先生が描いてきたこの10年間の答えが、今回のこの最終回に全部込められてるような気がして、からかい上手の高木さんっていうタイトルがなんでこのタイトルになったのかっていうのが、もしかすると最初からこの着地点をね、見据えて、高木さんがからかうっていう行為をずっと西方に続けてきて、最後の西方のモノローグだったりとか、高木さんの告白のね、返事だったりとか、それがすべて高木さんと西方が織りなすからかいで締めくくられているような。で、もう一つはやっぱりからかい上手の高木さんっていうすごく平凡なね、二人の日常を描いた作品であるこの作品のラストのシーンのラストのコマが二人が結ばれて、関係は変わってるけども、いつも通りの二人で終わっていくっていうこの幕の閉じ方、作品の終わらせ方っていうのがさ、本当にからかい上手の高木さんだ改めて思うわけなんですよ。最後の西方の告白しかり、高木さんの返事の仕方しかり、からかい上手の高木さんっていうタイトルにもある通りの、からかいって手法で高木さんが返事をするっていうのが、もう最高にごめんね、なんもね、言葉がね、思いつかないんですけど、うまい言葉が全くね、思いつかないんですけども、伝わってたらいいなと思いながら、ただただ喋っています。なんせもう、この、からかい上手の高木さんの最終回は、本当に、からかい上手だったなーって。二人のからかいは、こうやって、今なおも続いてるし、これからもね、そう、これからもずっとね、続いていくっていうのも、とんでもない作品だなーって。どこまでね、先生が考えていたのかわからないんですけど、からかい上手の高木さん、そして、初めてからかい上手の元高木さんが登場した思い出会。あの時は確か、編集者さんが先生にお願いして書いてもらったってのをどっかで見た記憶があるんですけど、その時はそこまで発想がなかったかもしれないけど、それがスピンオフになって、からかい上手の元高木さんでずっと今もなお続いてるっていう高木さん、元高木さん、そしてゆかりちゃんもそうですよね。高木さんワールドがずっと今もなお続いてくれているっていうのが、もうとっても嬉しくて、山本先生、稲葉先生、そして鈴優馬先生ですね。編集者の方々とか、関係者の皆さん含めて、アニメのね、皆さんも含めてですけど、本当にこんなに素敵な作品を作っていただいて、本当にありがとうございました。僕個人としては、高木さんのおかげで本当に人生変わったと思ってるし、僕の中ではからかい上手の高木さんが今もなお世界で一番、人生で一番好きな作品だし、高木さんのおかげでいろんな人とね、知り合ったりとか、いろんなことに挑戦したりとか、言ったらこの動画というかこの VTuber もそうですからね、高木さんのおかげで VTuber 始めてますから、そしてこの動画を見ていただいているあなたも、皆さんもね、そうです。僕がね、こうやってただただ喋ってるだけの動画なんですけど、少しでも共感していただいてこうやって見ていただいてるなら本当に僕は嬉しいし、多分この動画めっちゃ長くなってると思うんですけど、その動画の最後までこうやって見ていただいてるあなたもきっと高
高木さんに何かしら感情だったりとか、生活だったりとか、生きがいをね、感じている可能性も高いと思うんで、今回で、からかい上手の高木さんは、無事ね、大団円で最高の最終回を迎えましたが、これからね、からかい上手の西方さんもね、始まります。今後も一緒に高木さんワールドを一緒にね、推していけたらいいなって思ってます。最後になりましたが、改めて山本総一郎先生、10年間本当にありがとうございました。お疲れ様でした。僕たちは、からかい上手の高木さんを、これからも好きでいて、これからも応援したいと思います。これにて、からかい上手の高木さん、最終回の感想動画を終わりたいと思います。長時間のご視聴、本当にありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、本当にありがとうございました。すべての皆さんに感謝して、スージーでした。じゃあね。皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。からかい上手の高木さん3期映画化、本当におめでとうございます。ありがとうございます。嬉しすぎて本当に言葉にできない。もう一言で言うと、最高でした。マジでね、神です。もうマジで神です。もうここ神すぎてね、涙出ましたわ。いや、もうね、これはね、もう西方王子でも高木姫でもないですね。西方の胸に飛び込む高木さんですよね。本当にね、もうありきたりな言葉ですけど、尊い。尊いね、本当に。本当にこの作品を好きになって、心から良かったなって思いました。全エンターテインメント作品の中でも、間違いなく一番の作品でした。一番感動したし、一番涙を流したし、花との出会いが高木さんのことも、そして西方のことも幸せにしてくれたんじゃないかなって。この動画が一人でも多く、そして一回でも多く高木さんの映画を見るきっかけになれば、本当にこれ以上ない幸せです。からかい上手の高木さんの聖地、小豆島に行ってきました。最高でした。忘れられない夏が来る最終回を迎えます。二人の物語を最後まで守ってください。と、山本総一郎先生、最高に尊い作品をありがとうございます。先生のおかげで、高木さんのおかげで、本当に人生が変わりました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。